帝国の残将フリードリヒ4世は何を考えていたのか。銀河帝国第36代皇帝フリードリヒ4世、奇妙に困憊した印象を与える男。国事にはほとんど関心がなく、絶対的な権力を積極的に行使する能力も意志もなさそうに見える。強烈を極めたセンゾルドルフの残行を背負った先祖とは正反対のひ弱な男。第1巻3章帝国の残将2。このように評されていますが、彼の言動には奇妙な意図を感じます。波動を進むラインハルトを後押ししているように思えます。フリードリヒ4世はただの灰色の人物だったのでしょうか。それとも言葉には出さない思いを抱いていたのでしょうか。探ってみたいと思います。皇帝即位までのいきさつ。彼は帝国歴427年、オトフリート5世の次男として誕生します。外伝第1巻2章クモノス2、9話クロプシュトック事件。即位する前のフリードリヒは宝刀の限りを尽くし感動寸前でした。勤勉で教養に富んだ兄リヒャルトと行動力に恵まれた快活な弟クレメンツは、至高の地位をめぐる延べ臣たちに担がれ、権力争いを繰り広げます。その間でフリードリヒは帝臣の指示もなく灰色に沈殿していました。帝国歴452年、皇太子リヒャルトは父帝オトフリート5世の刺逆を図ったとされ、死を賜ります。リヒャルトを取り巻く帝臣60名も処刑され、新皇太子としてクレメンツがxác立されます。3年後、クレメンツ一派が彼に冤罪を着せたことが明らかになり、今度はクレメンツ派の帝臣170名が粛清されます。クレメンツは自由惑星同盟への亡命を図りますが、偶然の事故により宇宙船物とも爆死します。こうして皇帝が心臓病で死の床についた時、その枕元にいたのは誰の期待も受けず、誰の憎悪の対象ともならなかったフリードリヒだけでした。オトフリート5世が金銭に関してシマリアであったため、フリードリヒ対公殿下はいつも友好費に困っていました。次のエピソードはフリードリヒの人格を垣間見させるものです。父帝の死の直前、高級売春婦と酒場から総計54万帝国マルクの借金の清算を迫られていたフリードリヒは、ビュルガーという店の主人に対して這いつくばって愛難すらした。さすがに気まずく思った主人は、もしフリードリヒ大公が帝位に就いた時は額面の20倍にして借金を返済するとの証書にサインさせて借金を帳消しにした。2万2000マルクを下水に捨てたつもりだったのだが、もしが現実となり、子孫の冠を図上にいただいた新皇帝はビュルガーの主人に44万マルクを支払ってやった。考察。フリードリヒはタイプの異なる有能な兄と弟に挟まれ、周りから気にもされず育ったので、自尊心の低い若者だったと思われます。そして皇帝の一族として何不自由ない生活をしながら、努力や辛抱を知らず大人になります。しかし借金に関してフリードリヒは立場を利用して踏み倒したり、部下に処理を押し付けたりするのではなく、這いつくばって愛難するという選択をしています。そして帝位についた後、借金をきちんと返しています。情けないながらも責任感を持っていることがうかがえます。お金に困らなくなったなら44万と言わず50万返そう、取っとけなどと言いそうですが、フリードリヒはきっちり額面の20倍の44万帝国マルクを返しています。原作者の田中先生はキャラクターを作るとき、例えば100発殴られたとき、101発殴り返すやつと99発で勘弁してやるやつ、そこに個性が出るという意味合いのことをおっしゃっていました。フリードリヒは余裕がなかろうが責任回避はしない、余裕があろうが責任以上のことはしないという個性なのだと思われます。自分の置かれた立場における最低限の責任感は持っているが、それを果たすために自分の欲望を律するほどの情熱と自制心は持ち合わせていない、そのような人物と言えるのではないでしょうか。即位後の宝刀。帝国歴456年、フリードリヒは29歳で即位します。彼の姿勢に関して小説では次のように説明されています。業績もない代わり、悪行もなさず、時間と生命力と王朝の命運と緩慢に消費し続けてきた。凡庸、怠惰、慣例、疲労、閉塞と広大の歴史家たちはフリードリヒ4世の統治した時代を表現する。巨人ルドルフ大帝が銀河連邦の民主共和制を簒奪し、数億人の共和主義者の志士の上に皇帝神聖の専制国家を築き上げて5世紀近くが経過していた。共和主義者の志士に打ち込まれた専制主義の杭も腐食し、床は傾き、柱はがついている。フリードリヒ4世は時の侵食から王朝を守るべく努力したようには見えない。即位した当時から彼は凡庸な君主と思われていた。具体的にどのような行動をとっていたのでしょうか。フリードリヒ4世は父帝が趣味で溜め込んだ金銭を復讐のように浪費をはじめ、多くの建築や土木工事を行わせます。それでも
コッコと自らを破滅に追い込むには至らず、フリードリヒは大公時代に結婚した妻を皇后として飾っておき、それまで控えていた魚食に身を入れ始めます。これとても先祖たちの一部に比べれば平凡なものでした。平凡とは言っても、フリードリヒ4世が快楽に奉仕させた女性は人よ綱の類を含めて確実に1000人を超しました。その思考は前半と後半で一変し、前半においては円熟した法令な女性を好み、人妻に手をつけたことも一切ではありませんでした。地方の一男爵に過ぎなかったアイゼンエルツという人物が武勲もなく伯爵に上り、宮内少将の座を得たのは、妻を1年間にわたって皇帝に提供したからだと言われています。考察。即位後、2つのことを行っています。建築土木と魚食です。どちらも平凡の域を出ず、国と自分を破滅させるほどには突き進めませんでした。一方で、妻を提供した夫に爵位や官職を与えているところから、一方的な搾取はしなかったようです。まず、国庫の浪費を目的としたような建築土木ですが、これはフリードリヒ4世なりの方法で国を滅ぼそうとしていたのではないでしょうか。彼は悪性によって国を滅ぼすことを良しとはせず、浪費によってそうしようとした。ですが、できませんでした。次に、魚食ですが、自分には国を滅ぼすことができないと分かった後、それでは自分を滅ぼそうという思考になったのではないかと考えます。欲に溺れるという形で、諦めによる変化。40代半ばに達した頃、フリードリヒ4世は急に法令な女性に対する関心を失い、10代の少女を漁り始めます。まず彼の寵愛を独占した少女は、ベーネミュンデ公爵夫人の称号を受けます。10は女優退場。ですが、彼女が究極のゴールではありませんでした。宮廷や門閥貴族社会で無数の花が倒られ尽くすと、皇帝は市井に清純な野の花を求めました。宮内省の官吏たちは清楚で美しい10代半ばの少女を探し回りました。手間と金銭を使ってようやく探し出し、一月もすれば飽きられ、新たな花を見つけに行くということを繰り返しました。こうして帝国歴477年のある日、宮内省職員の一人が裏町の一角でアンネ・ローゼ・フォン・ミューゼルという15歳の少女を発見します。連れ去られる地上車の中で、少女は人形のように表情を殺していたが、宮殿が近づくと口を開いて、10歳になる弟の将来を保証してもらえるだろうかと尋ねました。宮内省職員が、それは陛下に対するそなたの奉仕次第だと答えると、少女はうなずき、再び沈黙しました。1巻6章、それぞれの星4では、ラインハルトの側から見たフリードリヒ4世が記されています。皇帝フリードリヒ4世は、ラインハルトにとって二害像と軽蔑の対象でしかなかったが、容認できることがあった。一つは、過去の難産で幾人もの寵妃を死なせた皇帝が、アンネ・ローゼを失うことを恐れ、彼女をはらませなかったことである。さらにはアンネ・ローゼに子供が誕生したとき、帝位継承権をめぐる騒乱が生じることを憂慮した貴族たちの圧力もあった。ラインハルトにしてみれば、あの皇帝の子を姉が産むなど、想像するさえおぞましいのだった。さらに、フリードリヒの後継者に関して小説で次のようにヒテンガーデ公の考えが記されています。外伝第1巻2章クモノス3。皇帝フリードリヒ4世にはルードヴィヒの死後皇太子がいない。彼の兄弟姉妹9人のうち1人は死を賜り、1人は自己死、残る7人は病死した。彼自身は皇后を含めて16人の女性を28回にわたって妊娠させたが、6回は流産、9回は死産。とにかくも誕生した13人のうち、成人前に9人が、成人後に2人が死亡した。現存するのは、ブラウンシュバイク公の妻アマーリエと、リッテンハイム公の妻クリスティーネの両女だけである。アンネ・ローゼが男児を産めば、彼女を寵愛する皇帝はその子を皇太子に立てるであろう。皇宮に入って9年、若く健康な彼女が解任し得ないのは、おそらく皇帝の責任に違いない。流産、死産、そして創世、5世紀にわたって、例外はあるにしても、陰とを尽くしたゴールデンバウム家の血は濁り、生命力は衰えているのだ。平民などは知らぬことだが、先天的な奇形児や異常者の誕生比率も高く、それらの不幸な子は全て爺たちの手で安楽死させられた。王朝のカイソルドルフ大帝は、社会的あるいは肉体的弱者には生きる資格がない、と公言し、共和主義者と共に、奇形児、異常者、精神薄弱者、死体不自由児、遺伝病患者など、本人に何ら責任のない人々を殺した。その残忍さ、愚劣さを嘲笑うように、彼の子孫たちは、生きる資格のない、子を設け、皇室の意と尊厳を繕うために乳幼児殺害の悪徳を重ねていったのである。とすれば、アンネ・ローゼが男児を出産する可能性は少ないと見るべきかもしれない。考察。
9人兄弟で自分以外の全員が死ぬのを見、28回、自分の子が生まれるという機会を得て、15人が生まれるときに、11人が生まれた後に死んでいます。異常な数字です。生きているのは、門閥貴族の妻になった2人だけです。ビヒテン・アーデコーは、血の濁りを理由に挙げていますが、官僚や門閥貴族が自らの権勢を増すために、流産、死産、そして創生に関わったことはない、というのは、あまりに貴族が若者を見ていることになると感じます。ベーネミュンで公爵夫人が男児を死産したとき、医師が巨額の金銭で買収されて殺したという噂が流れましたが、事例はそれだけではないと思われます。なぜ、フリードリヒの思考は、人妻を含めた円熟した高齢な女性から10代の少女へと移ったのでしょうか。私は人の性的思考について見識は深くないのでそちらの方面は何も言えませんが、この変化は彼の諦めの表れなのかと考えます。ここからは私の妄想です。フリードリヒ4世は飾りの皇后との間にルードビヒという皇太子を設けましたが死んでしまいました。その後、自分の欲望と一致する子孫を残すという目標に向けて虚飾に身を入れます。円熟した高齢な女性を好み、人妻にも手をつけたというのは、いわゆる暗算型の女性で子供を産むのに移転となると考えたのではないでしょうか。妊娠の報告と喜び、赤物しを繰り返すうちに、それを行っている者たちとの戦いの様相を呈していたと想像します。そして、生き残った2人の娘から犯人が推察できます。その2人は生きている。なぜなら犯人にとって利用できるから。つまり、犯人は2人の娘の夫、ブラウンシュバイク公とリッテンハイム公だとわかります。フリードリヒ4世は抗った末、何人目か、十何人目かの赤子が死んだとき、心が折れたのではないでしょうか。そして、子供を諦め、清楚で美しい10代半ばの少女に手を出し始めます。宮廷のドロドロの権力闘争に疲れた心を癒してほしいという気持ちがあったのではないでしょうか。そして、ベーネミュンで公爵夫人に死産が訪れます。アンネローゼを迎え、彼女が心から清楚で美しいということを知ったとき、フリードリヒ4世は、この娘だけは権力の黒い闘争から守りたい、と考えたのだと妄想します。そこには、ベーネミュンで公爵夫人への罪の意識もあったのだと思います。それで、ラインハルトが考えていたように、フリードリヒ4世はアンネローゼを寝室に伴うとき、子供を作らないようにしていたのではないか、と考えます。アンネローゼの後、新たな少女をめとっていないようですから、ただの少女趣味ではないことが伺い知れます。この人は怪しい。アンネローゼをめとった後、フリードリヒ4世はアンネローゼという癒しを得るとともに野心に輝く金髪の少年も見出します。そして折あるごとにラインハルトの扱いに関与します。外伝第5巻白銀の谷。幼年学校卒業後、ラインハルトは本来順位として任官すべきところを少尉の階級を得て任官します。士官学校卒業生と同格に扱われたわけで、これはラインハルトの姉アンネローゼを寵愛する皇帝フリードリヒ4世が国家ルクスを支持したからである。専制国家においては君主の意志があらゆる法令に優先するものであるし、たかだか一少尉の任官とあっては血相を変えて公私混同を諌める帝臣もいなかったのだと裏事情があります。外伝第3巻千億の星千億の光6章伯爵家後継候補1。ラインハルトにローエングラム化を継がせることを決めた皇帝に門閥貴族たちが起こります。もともと大皇時代には帝王教育もお受けになったことはなく、優等児としての皆の高かったお方よにしても、帝室と貴族の長きにわたる講義にもご配慮いただけぬとは情けないと陰口を言われます。外伝1巻6章女優退場4。この上の華やかな武勲があれば、とかく口うるさい宮廷の老臣どもも、そなたがローエングラム伯爵家を継ぐのに不満を申したりはするまい。爵位とか地位とかは功績の結果というのが彼らの主張でな。皇帝は笑った。立道を書く笑い声がラインハルトの頭の芯をチクチク刺す。伯爵家など誰が継ぎ誰が絶やしても大したことではないのだがな。大したことだと思い込んでいる輩の多いことよ。金髪の若者は思わず皇帝の顔に注意深い視線を投げた。英明とも偉大とも評されたことのない、いわばの世紀に及ぶゴールデンバウム王朝の老廃物として専制政治の暗渠から輩出されたかのような第36代の皇帝、権力と富の浪費か。そういう男が考えもなく言っているだけのことなのか。風の存在を不意にラインハルトは感じた。虚無の深淵から吹き上げてくる気流に若者を旋律させる微粒子が乗っているようだった。どうかな、余はこうも思うのだ。そなたをいっそ公爵にしてやろうかと。公爵でございますか。ベーネミュンデ公爵家はそなたも知るような事情で耐えてしまった。
どうだ、よければそなたが名跡を継いで、何十代目かよく知らぬがベーネミンデ公になるか。ラインハルトは返答に窮した。彼は圧倒されていた。皇帝の意図するところがな変にあるか、洞察に困難を覚えたのは最初の経験であった。宮廷内での評判や、彼自身の偏見と憎悪などで立し得ない輪郭を、この時の皇帝は持っているように思えた。ありがたき仰せながら、秦にとっては伯爵号でさえ身に余る地位でございます。公爵など、いわば雲の上の身分、秦の手の届くところではございません。そうか、そう思うか、公爵どころか伯爵でさえ身に余るか。御意でございます、陛下。雲の上の身分に思えるか。皇帝は公爵より偉いのだ、ということに世の中ではなっているが、ケイもそう思うか。はい。豪奢な黄金色の頭をされたまま、ラインハルトは必要最小限の答え方をした。皇帝に試されているのではないか、という疑念と、それを否定する声とが、彼の胸中で螺旋形にもつれ合い、摩擦し合って火花を発している。再び皇帝は交渉した。そうか、そう思うか。では、差し当たり政令して伯爵を目指すがよい。そしてその後はまた別のものを目指すのだな。玉座から立ち上がって、フリードリヒ4世は無様によろめき、左右から自重に支えられた。それを視界の一端に捉え、玉座から看板に回を伝え降りてきたアルコールのもやを嗅覚に捉えながら、ラインハルトは自分が汗をかいているのではないかと疑った。胸中に初めて呼ばれた名をつぶやきながら、ラインハルトは謁見室から庭園へ出た。ラインハルトは軽く頭を振って、酔いを追い出した。酒ではなく、人に酔ったのだ。錯覚であろうとは思うが、今日の皇帝は単なる初老の当時という以外の何かを持っていたように思える。帝国歴487年3月19日、アスターテ海戦での勝利の功により、ラインハルトを元帥に任じます。ラインハルトは宇宙艦隊の半数を率いるようになり、自ら選んだ提督たちを機下に置くことができるようになりました。一艦、6将、それぞれの星、3長官が辞表を出したので、ラインハルトを呼び出し、どの職が欲しいか、とおもちゃでも選ばせるような語調で尋ねます。何とぞ三長官をお咎めなきよう、謹んで陛下にお願い申し上げます。とのラインハルトに、措置は無力だな、と答えます。その後、バラの世話をする皇帝に飛天がアデコーが歩み寄り、ひざまずきます。恐れながら、陛下。何か、ご不興を被るのを覚悟の上で申し上げますが、ローエングラム伯のことか。皇帝の声には鋭さも激しさも厚さもなかった。風に飛ばされる砂の音を想起させる、正気のない老人めいた声。世が、アンネローゼの弟に地位と権力を与えすぎるというのであろう。陛下にはご承知でいらっしゃいましたか。国務省書が驚いたのは、皇帝の話し方が意外に明晰だったからでもある。恐れを知らぬ者ゆえ、重臣として権力を振るうにとどまらず、図に乗って簒奪を企むかもしれぬ、とでも措置は思うか。口の歯にのぼせるのもはばかり多いことながら、良いではないか。はあ、人類の創生とともにゴールデンバウム王朝があったわけではない。不死の人間がおらぬと同様、不滅の国家もない。世の代で銀河帝国が耐えて悪い道理がなかろう。乾ききった低い笑い声が国務省書を戦慄させた。覗き込んだ虚無の淵の深さが彼の魂をそこまで冷たくした。どうせ滅びるなら。皇帝の声が彗星の不吉な尾のように続いていた。せいぜい華麗に滅びるがよいのだ。考察。アンネローゼをめとった後、つまり、ラインハルトと出会った後、フリードリヒ4世は自分の責任以上の行動をとるように変わったと感じます。少尉でスタートしたことも、キルヒアイスと常に一緒に任務に就けたのも、爵位を与えられたのも、元帥以上の授与もラインハルトの後押しになっています。アンネローゼは、弟たちに便宜を図ってほしいということは非常に稀だったでしょうし、多分に皇帝の意志でラインハルトを優遇していたのではないでしょうか。武勲もないのに昇進することはないですが、武勲を挙げたにもかかわらず昇進がなかった、ということはラインハルトには起こりませんでした。姉の七光と言われていたのは、実は皇帝の七光、いや一光くらいであったのではないか、と思います。彼は、自分が滅ぼせなかったものを滅ぼそうとしている若者に気づき、憧れに似た感情を抱いていたのではないでしょうか。最後の方には、その動きは最小にも釘を刺されるほどになります。そしてその時には、虚無の深淵を垣間見させます。人類の創生とともにゴールデンバウム王朝があったわけではない。不死の人間がおらぬと同様、不滅の国家もない。というセリフは、ラインハルトの言ったセリフと重なります。二人方の誰も思い及ばなかったことに、全く別の場所から思い至っていたというのは興味深いところです。
急死。帝国歴487年、急性の心臓疾患により没す。享年63歳。一巻10章、新たなる序章1では、報告を受けた時のラインハルトの心情が次のように記されています。あと5年、いや、2年長く生きていれば、犯した罪悪にふさわしい死に様をさせてやったのに。考察。アンネローゼを手に入れた後のフリードリヒ4世は、ラインハルトやリヒテンガーで公爵を戦慄させるほどの虚無の淵の深さを持つようになりました。それは、彼のこれまでの満たされることも報われることもない50数年に、アンネローゼという穏やかさが振りかけられ出来上がった凄みなのかもしれません。彼は、帝国を滅ぼすに際しても、アンネローゼへの気遣いがあったように思います。ラインハルトに力を与えたのも、自分の死後、彼女を保護するためだった、と考えるのはフリードリヒ4世を美化しすぎでしょうか。まとめ。帝国の残章と書かれたフリードリヒ4世は、現体制を滅ぼすという点で、ある意味ルドルフ大帝のように光を放っていました。それは鈍く、灰色の光でしたが、ラインハルトの黄金の光を強くするのに少なくない影響を及ぼしました。ラインハルトが最初、順位としてスタートしていたら、いつもキルヒアイスと一緒に任命されていなかったら、彼の手は宇宙に紙一重で届かなかったかもしれません。そのようなこと、ラインハルト自身は決して認めないと思いますが、フリードリヒ4世は自分にない野心と情熱を持つ金髪の若者を羨ましく思い、彼なりに応援していたのではないでしょうか。どれだけせいぜい華麗に滅ぼしてくれるか、その目で見たかったのだと思います。ただ、自然史によって見ることが叶わなかったというのも、灰色の人である彼らしい最後だと感じます。